今日の話はですね、うまくならない人の特徴としてですね、自分に都合よく考えてしまうというような話をしていきたいと思います。まあ僕が言うのもなんですがお前がそうじゃねえかって言われたらそれまでなんですが、やっぱ自分に都合いい情報をいっぱい集めたくなるよねとか、自分に都合のいい考えとか解釈をしちゃうよねっていうのは、これ多分誰もがそう思うことだし、むしろそうしないと生きていけないしやっていけないと思うんですよね、人ってね。何でもですね、多分ネガティブに捉えている人っていうのは、じゃあ自分に都合悪く解釈してるじゃないかというふうに思いがちですが、実はそれもですね、自分にとって都合よく解釈してるんですよね。私はダメなんだ、できないんだ、どうせ下手なんだ、だからやる必要ないよねってなるんですよ。実はですね、私はネガティブなんだというですね、これこそが実はね、その人なりの、最適化戦略を実は無意識にとってるんですよ。だって楽じゃん。自分できないと思ったら楽じゃんね。だし何もしなくてもいいんだもんね。っていう風に実はですね、誰もが自分に都合よく物事を多分無意識にその本人の今の思い込みの中での最適化を多分してるんじゃないかなと思います。そういう意味では一枚の絵っていうのもね、自分で描いてるからさ、このキャラクターはこうだよねとか、ああだよね、それは知ってますよね。自分だからね、自分描いてるからね。そうで、今こういうのやってんですよね、ああいうのやってんです、この人こういうところにいるんですよってね。僕もですね、本当によくね、家族の塾生さん見てきて、いろいろ課題で絵を出してくれて、いろんな絵を添削してきた中で、きっとこういうのやりたいんだろうなと、僕もですね、全部をうまく汲み取れてるとは 100% 汲み取れてるとは思えませんが、その汲み取ろうと思ってですね、きっとこういうのやりたいのかなと思ってね、そういうのやりたかったんです。添削ですごい自分のやりたいことがより形になってて嬉しいですということもあれば、いやーなんか多分この課題ではなんかちょっと僕の方でもちょっと汲み取りきれなかったなみたいなね、そういうのもありますね。きっとこういうのがやりたいんだろうと僕の方でも想像はするんですけれど、本人がちょっとね、やっぱなかなか難しい場合は僕もですね、全部汲み取ることはできないとは思うんですが、僕はじゃあ自分がねそんなにうまく書けなかった時にどう思ってたかっていうと、やっぱりね、一番都合悪く考えることですよね。客観性を得るっていう話に今日の話はね近いのかなっていうような気はするんですけど、それってじゃあどうやって第三者目線を獲得したらいいんだろうかっていうことではあるんですが、客観性を得るためには人に見せるってのがいいかなとは思いますね。で、人に見せてその感想をもらえば、それにそっか、人ってこういう風に見るんだということですね。あとね、やっぱこれもね、昨日のコミュニケーションと同じなんですけど、一般の方はですね、残酷なほど興味がありません、我々の表現物に対して悲しいですが、いくらですねアニメ業界でトップクラスの技術があろうが、ちょっとうちの方では頑張って作ったんだよっていうものだろうが、ごめん、知らない、それ聞いたことない、これで終わりです悲しいで、僕なんか本当ジブリでなんかですね、ちょっと動画やって、原画だって数カットぐらいしかやってないんですよ、そのあれ。ジブリにいたんですごいねって。俺ジブリでなんて大した仕事してねえよって思ってねでもジブリにいたことをですね、最大限利用させてもらってますがね、僕がですね、多分アニメ業界で一番頑張った仕事って何なんだろうな、どれなんだろうな。一番頑張った仕事って言ったら、そういう意味ではセクリットセブンなのかもしれないですね。最初に絵コンテ演出とかやったやつだから、原画もかなりやったやつでね、セクリットセブンなんて誰も見てそう言ったらね、ちょっとファンの方とか制作他にしてくれた方を悪く言うことになっちゃうんで、ちょっとこの先言わないですけどね、そんなもんなんですよ。一概に自分が一番頑張った仕事なんてですね、別に誰も見やしないんですよ。悲しいですが残酷なのです。自分の頑張りとですね、周りの評価というのはですね、このぐらい乖離してるんですよ。悲しいんですが、これが現実なのよねってやつですよ。自分の思いっていうのはですね、このようにですね、残酷なまでに他人にとってはどうでもいいものなんです。これがですね、創作者における宿命なんですよ。あなたがどんだけ頑張ろうが頑張らなかろうが、手を抜こうが手を入れようが、見てるお客さんにとってはどうでもいいことなんですよ。それを知ってください。でも僕ね、この残酷性はですね、最初から
知ってたし意識してました。それだけは僕は大学生もそのアニメ作る前から残酷だよね創作とはということだけはなんとなく分かってたし、そこに対しての悔しさとか憤りは僕はないです。だって最初からそうでしょ。だって皆さんがそうしてるじゃないですか。僕だってそうしてるし、ラーメン屋の裏方の親父の苦労なんてみんな知りゃしないでしょ。ただラーメン屋行ってうまいな、まずいな、ちょっとしょっぱかったなでですね、厳しめにですね、裏の親父がどんだけ頑張ってようがね、手を抜いてようがですね、そんなの見えないじゃん。ただなんとなく良かったね、美味しかったね、また来たいね、まずかったね、もう来ないかな。皆さん消費者っていうのはですね、もう残酷なんですよ。皆さんはそれを無意識にやってるはずです。そして皆さんが他人に何か絵を見せるときというのはですね、その消費者に向けて見せるので、やはり残酷なね、無関心というものにさらされることになるんですよ。これを覚悟の上でやはり発信しなければいけないわけですね。絵描きもやっぱりですね、強い、あるいは厄介な、あるいはですね、ある程度分かってくれないかもしれないっていう視聴者を自分の中で飼っとくんですよ。でその人にも分かる。それもですね、あまりにも理解力がないとか、ちょっと自分と趣味思考が違う人までリーチする必要はないとは思うんですけれど、なんかどこかにやはり自分の絵を分かってくれない誰かっていうものを飼っておくっていうのかな、イメージしておいて、そんな人でも楽しめる、面白く思ってくれる、なんかこう観客としての自分ですよね。創作者としての自分と観客としての自分、そういう意味ではめちゃくちゃ絵描いてて分かりやすいのはこれですよ。話してみる、絵を離してこう遠くに離してみる。ズームしすぎの人はですね、デジタルツールで、すごいギュッとこうちっちゃくしてみる。で引きで見て、あるいは目を細めてみて、これ何なんだろうっていうのを分かるかっていう、この自分に対しての疑いですね。これね、自慢ですけど僕小学校からやってます、マジで小学校の図工の時間からやってます。僕大して絵なんてこう描いてない時代からその意識ありました。引きで見て、これは何なんだろうっていう自分に対するツッコミで、結局これ面白いのつまんないのみたいなね。で薄めで見てどうかなっていうのを見てみて、またこう書き込む。これはですね、いわゆる引きで見るっていうのは、自分を客観的にですね、傍から見るっていうね。本当僕より絵うまいなと思う人はもう極端に言って一つです。もう結論一つです。もうこれだけです。何かを大好きであることですよ。そしてそれを再現したいという気持ちが強いということですよ。もうこれだけです。もう超シンプルです。絵がうまい人というか、何かに特化した人ですよね。はもうこれに尽きるんですよね。例えばなんだろうな、有名なプロ野球選手、なんだっけ、大谷翔平だっけ、ああいうのも多分イチローがすごい好きなんですよ。わかんないですけど、なんかね、ああいう人って大体ですね、何かがめちゃくちゃ好きなんですよ。でそれになろうと思ってひたすらそれだけにピンポイントに目指して、ひたすらそれだけやるんですよ。もうそれですよ。それだけですね、はっきり言って。僕よりだから同世代でうまいなと思ったアニメーター、それだけですもん、やってること。めちゃくちゃシンプルなんですよ。自分のゴールが決まってるんですよ。あの人みたいにうまく描けるようになりたい。でその人はどういう風に描いてんだろうか、ひたすらもうそれだけです。もうそれを再現することに集中してます。それだけです。そしたらですね、なぜかその人がまるでオリジナルかのようにですね、本人と同レベルか、あるいは他のものも結局好きだったりするんで、その組み合わせによってその人のオリジナルになってくるんですよ。だんだん、その人の持ち味になってくるんですよ。シンプルにそれだけ。その思いが強いか弱いか、それだけです。何かを再現したいという、もう何かが大好きで何かを再現したいという気持ちが強い人、もうこれだけです。はい、これが上手い人の特徴です。でその要するにピントがボケればボケるほどだんだんですね分散して、僕ね多分ねそこまでじゃないんですよ。だから分散してるから、こうやって教育とか別の方に若干流れてってですね、本当にピンポイントにこれだけをやりたい、これが好きっていう人の方がやはり一つを突き詰めていくっていう意味ではやっぱり高みに登ってきますね。それは間違いないです。1センチなく見えてるんですよ、みんなのアイコンって。5ミリ
半径、直径が6ミリぐらいですね。1センチないんですよ、皆さんのアイコンって。僕のスマホで見ると。というふうに実際に自分でちっちゃくするんですよ、画面上で。6ミリとか7ミリにしてみるんですよ、その画面上でですね。自分の爪ぐらいのサイズ、爪よりちっちゃいですね。爪よりちっちゃいぐらいのサイズに皆さんちょっと自分のアイコンしてみてください。爪の半分ですね、皆さんのアイコンって大体。でもなお見えるものっていうのがアイコンとしていいわけです。このようにですね、今アイコンの話ずっとしてるんですけど、これ一時が万事なんですよ。全てなんですよ。自分がこれ発信したらどうなんだろうかっていうことをリアルに実際にそれを何目的で使うのか、どう使うのかまでイメージしてその創作物をしようねっていうのがそのアイコンっていう最初の課題なんですよ。ね。そう、印象論なんです。実際どうかじゃないんですよ。印象論なんですよ。引き手見た時にそれどうなのっていうのをどこまで爪の半分のサイズのアイコンから始まって、それが大きな作品になった時にどうなんだ、爪半分のサイズでコントロール他人のイメージをねコントロールできないものはですね、すごいページをまたぐですね、その、漫画であったりとか、あるいはその何枚も絵を重ねるですねアニメーションになった時に、それはもっと難しくなりますよね。複合的にもっと難しくなりますよね。例えばアニメであるあるはですね、やっぱり足元の切れ具合とかフレームの中でどう見えるかとかね、要するにね、好きなお絵描きごっこじゃないんです、アニメーションっていうのは。もちろん最初はそれでいいんですよ。最初は楽しければいいんで、好きなお絵描きごっこで最初はいいんだけど、いざこれがプロの仕事、あるいはですね、ある程度ですね、ハイクオリティなものを作ろうと思ったらですね、実際の映像、映画館でどのようにかかるかということをですね、イメージしながら描いてる人と、ただのお絵描きごっこでキャラに接すりゃいいと、キャラ表を渡されたからそれをただ、見ながら描けばいい。実際の映像になることと、ただのお絵描きごっこ違うんですよ。このですね、なんていうを埋められるかどうかがやっぱりね、アニメーションにおける能力の違いはそこになるし、漫画ももちろんそうですよね。そういう意味で今スマホ漫画ってスライドしてってさ見る漫画ってのもあるから、多分その媒体とかを前提に表現するということがですね、多分創作者に求められる能力なんですよね。それを前提に書けるか、必要とされた用途に耐えうるかということが結局は創作者に求められるので、結局どういう状況でどのようにそれが見られるのか使われるのかをどこまでイメージできるかなんですよ。そういう意味ではやはり総合格闘技に近い要素があるじゃないですか、話としては、ね、ただパンチが強い、ただキックのその値が強い、いざとなったら寝技に持っていくみたいなさね、その力強いっていうのは画力強いですよね。正確に絵がうまく描ける、すごいキャラクター単体ではうまく描けますみたいなね、いう人がいたとしても、いざそれを実際の実践で使う、実際ね用途に耐えうるかって話で言うと、実際はですね、この丸いフレームであったり、漫画やアニメやなんかのフレームがあるんですよ。フレーム、枠が、その枠の中でどういうふうに収めて、どういうふうにデザインして、それをどういうふうに人に見られるかで、それは僕の最強3ステップのですね最初の方にね、どんな絵でもフレームはありますみたいな話してましたよね。だそのフレームで切られた時をイメージして、何のために描くのか使うのかね、それをですねやっぱりできるかできないかっていうのは結構ね大事なポイントなんじゃないかなと思いますね。優先順位決めてて、優先順位っていうのは下手な今の自分でもうまく見える絵っていうのを、しかも描きたい絵っていうのを選んでね、下手な今の自分でもうまく見える絵を描く。好きなんだけどうまく描けない絵は後回しにする。そういうのをしてました。はい。正直ジブリの絵って難しいんですよ。の割にジブリっぽい絵ってあまり仕事がないんですよなので僕正直ですね、ジブリの絵なんて大して描かないでジブリ来ましただって難しい割にうまく見えないんだもんね。絵や漫画に魅力がなくてっていう、その魅力というのが何かっていうのをまず分析するべきなんですけど、魅力っていうのはみんなが見たことあるなんです。実はその魅力の秘密は何かっていうと、みんなが知ってる見たことあるなんです。
それがいわゆるセオリーって言われるやつなんですよね。まあ普通こうなるよねってやつです。まああんま詳しくないけど、そのエロ同人誌とかだったらさ、何ページ目に出会って何ページでそういうことに及ぶみたいなさ、王道のセオリーがなんかあるじゃないですか、ああいう漫画とか。そういうことですよ。もうそれ外したらですね、なんかよくわかんないものになっちゃうじゃないですか。だから今の売れ筋は冒頭に一番いいシーン持ってきてダイジェストみたいになって、さあそれはどういうことなんでしょうかで日常のシーンに持っていくみたいなね、よくなんかあるじゃないですか、そういうの。最初なんかダイジェスト版になってて、そう至った経緯とは何ぞやみたいに持っていくのが割と流行りだったりするでしょ。いやわかんないです。金曜春先生っていうね、僕の知り合いのね大作家先生の方の作品見るとそんな感じだったと思うんで、なんかそれをただ単に今言わせてもらっただけです。なんか最初になんかいいシーン見せるんですよ。バーっとなんか、あ、うまいな、さすがだなとかと思いながらね、もうこれ見たくなっちゃうじゃんこれみたいなような作ってるんですよ。やっぱうまい人っていうか、すごい売れっ子の先生はですね。はい。っていうのの構造を真似するべきなんですよ。最初にダイジェストでやっぱ面白い、一番見せたい、もう一番いいシーンをですね、ダイジェストでも、だって YouTube とかもさ、じゃないですか。なんかポン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 って、なんか、いや、僕そんな編集してないけど、一番見せていい、なんかいい感じのところをね、数秒見せて、それに至った経緯を見せるっていうのはよくあるじゃないですか。っていうふうに、売れてて、なおかつそれが自分としてもやってみたい、面白いなと思うことをやる。それがあまりにも売れてるとしても自分が面白くない、つまんない、やりたくもないことは長続きしないし、どうせうまくできないからやらないっていう風にちゃんと線引きをしないと、どんどん自分が溶けて、それで仮に売れたとしても全然面白くないから多分長続きしないですよ。はい。なんでそこはそういう風にちゃんと自分で、ただ模写するのと違うんだよ。模写したらさ、それ作品にならないし、それこそトレパクって言われちゃうよね。構造を分析してそれを再現するんだよ。そうしないと、だってまずいでしょ。それ自分の創作物じゃなくなっちゃうじゃんね。わかるかな、難しいかな。その構造を分析して再現するね。何ページ目にどんな展開があるのか、どんなセリフがあるのか、どういうものなのかっていうものを、じゃあ自分の好きなものをちょっとそこにニュアンスを入れるとかね。基本的に好きなものかける好きなものでなければ創作は死にます。はっきり言って。はい。これ売れてるらしいなって他人事なんですよ。売れてるということは他人事なんです。だって他人の出来事でしょ。そこにさらにこれが売れるらしいなっていう絵柄、売れてるらしいなっていう、そのらしいっていうのは他人事かける他人事はもう自分の創作物じゃないから、それ作業になっちゃって全然面白くないんですよ。ね。ってことは多分それ売れないです。つまんない。自分で作業してる時はつまんないから、それは売れない。まあ好きじゃないことはできない。ただね、一回やってみるといいよ。自分が襟好みしてるだけかもしれないから、襟好みと思い込みでただなんていうのなんて言ったらいいかな、やらないでいるだけかもしれないから、一回やってみるといいよ。